仕事へ向かう途中、少女は突然、古い壁の隅にある冷たい水たまりの中に、動かずに横たわっている小さな人影を目にした。彼女がさらに近づくと、それが濡れて必死になっている子猫だと気づき、彼女は泣き出しそうになりました。子猫の全身は激しく震え、目は大きく見開かれ、まるで生気を失ったかのように生気がない様子でした。それは頭を地面に下げて横たわっており、大人の前腕ほどの大きさで、板踊りじしいほど弱々しく見えました。毛はもつれ、鼻と足は風邪と感染症で赤くなっていた。周りの人によると、猫は3日間何も食べず、何も飲まずに雨の中に横たわっていたそうです。誰かが首を横に振って、この動物は死ぬのを待つだけだろうから、試みるのはやめた方がいいとアドバイスしました。しかし、少女は誰の言うことも聞きませんでした。なぜなら、この小さな生き物は救われるべきだと心が告げていたからです。彼女はためらうことなく、巻いていたマフラーを外し、凍える体にそっと巻きつけた。彼女は極度の不安と奇跡へのかすかな希望を抱いて、最寄りの動物病院に駆け込んだ。医者はため息をつきながら、子猫は栄養失調、風邪、重度の皮膚心筋症のせいで極めて危険な状態にあると言った。半日遅かったら、猫は生き残れなかっただろうと彼は言った。獣医チームは直ちに、細心の注意を払いながら点滴、注射、経口薬による治療を開始した。ケアのあらゆるステップは、壊れやすい命を死の手から奪い取るための戦いのようなものです。そして奇跡的に3日間治療を続けると、疲れていた目は徐々に明るくなっていきました。猫は最初の小さな鳴き声を上げ、体はまだ震えていたが、動いて少女の指を軽く舐めることができた。彼女はそれを胸に抱きしめた。涙はもはや悲しみからではなく、圧倒的な幸福から流れ落ちた。医師から退院の許可を得た後、彼女は子猫を家に連れて帰り、正式に養子にしました。絶望の淵にいた弱踊りじしい生き物だった猫は、今や強い生命力と愛情に満ち溢れて蘇生した。家の中を駆け回ったり、本棚に登って眠ったり、時には飼い主の手を噛んでからかったりもします。毎晩、猫は彼女の腕の中に潜り込み、丸くなって、過去の辛い日々を忘れたかのようにぐっすりと眠りました。猫の目は、自分を救ってくれたことへの深い感謝を伝えるかのように、愛情を込めて彼女を見つめていた。その少女の行動は世界全体を変えることはなかったかもしれないが、一匹の小さな生き物の世界全体を変えたのだ。その日の冷たい雨の中、彼女は希望の光を灯し、小さな生き物を暗闇から救い出し、優しさは常に貴重であることを私たちに思い出させてくれました。